こんにちは。イラストレーターのネグです。今回は過去の動画の質問に答えていきます。もし見落としていた質問があったら申し訳ございません。それでは早速見ていきましょう。こちらはまだ iPad で書かれていますかという質問です。はい、まだ iPad で書いています。iPad しか使ったことないというわけではなく、板タブや液タブも使ったことがあります。最初の 1,2 年はそちらを使っていました。ただ iPad を使い始めてからはそちらが楽すぎて iPad を使用しています。使っているのは、iPad Pro の 12.9 インチです。こちらはイラストのサイズについてのご質問になります。最近では私は A4 サイズでイラストを描くことが多いです。必要に応じて比率を変えることもあります。で、なぜ縦型のイラストが多いかというと、単純に SNS で見やすい比率だからです。もちろん気分次第で横長のイラストを描くこともあります。これは趣味のイラストに限った話で、ご依頼があれば依頼内容に沿ったサイズでイラストを描くことになります。こちらはブラシの不透明度についてのご質問です。一番最初の構図を練る段階では、だいたい 20% ぐらいの不透明度で描いています。そして色塗りをする際は、だいたい 70% から 100%、この間を使い分けるということが多いです。質問です。線画もオーラフと同様のブラシを使われていますか？はい、私は、線画も塗りも基本的に同じブラシを使うことが多いです。そしてたまにざらついた質感のブラシを使うこともあるといった感じでしょうか。質問です。こちらは花の光の描き方についてです。この光の描き方は光のレイヤーを複製したものをぼかすという手法を使っています。これについては最近投稿した光の描き方についての動画をご参照ください。質問です。一瞬で植物のシルエットを描いてしまわれましたが、これはどのように描いているのでしょうか？はい。これはですね、植物の形をしたブラシを使っています。プロクリエイトにも初期ブラシとしてそのようなブラシが備わっています。ただですね、この時私が使っているのは、おそらくガムロードで購入したブラシだと思います。質問です。先ほどのブラシのリンクについてのご質問ですね。はい、こちらになります。この方のブラシ、私すごく気に入りまして、他のブラシも購入させていただいております。質問です。ビートボックスとかやってませんか？やってません。質問です。このイラストのアートスタイルについての質問ですね。正直あんまりよく分かってません。日本では厚塗りなんていう言い方がありますけれども、自分の描き方がどのようなスタイルに該当するかはあまり分かってないです。質問です。イラストを描く際は Apple Pencil を使っているのかという質問ですね。はい、その通りです。私 Apple Pencil と 12.9 インチの iPad Pro を使用して絵を描いています。質問です。絵を描く際のアプリについてです。私は、趣味の絵を描くときは iPad で Procreate というアプリを使って絵を描きます。ただ、依頼を受けた際はですね、仕上げにパソコンを使ってクリップスタジオや Photoshop を使ってイラストを完成させるということがあります。質問です。なぜ動画内に2つのウィンドウがあるのかということについてです。これはですね、左側が全体像、そして右側が拡大したものになっています。こちらの方が見やすいかなと思ってこのような編集をしております。質問です。フェルンが小さすぎるんじゃないかという質問です。実はですね、これはその通りなんですね。
この絵はフェルンの小さい頃を描いたつもりなんですけれども、この時はですね、まだ身につけてないはずの髪飾りを描いてしまっています。はい、これは反省点です。質問です。レイヤーはどのようになっているのかについてです。私のイラストの PSD データはすべて Pixiv ファンボックスで公開しております。もしよろしければそちらにご登録いただけるとすべてダウンロード可能となっております。質問です。定山やオーバーレイの使い分けについてのご質問です。基本的になんですけれども、色味をのせたい場合はオーバーレイを使って暗くさせたい、影の部分を描きたいとかそういう場合は定山を使います。そして、光をのせたい場合は覆い焼きレイヤーを使う、というふうに使い分けることが多いです。質問です。どのように色を選んでいるかについてです。色選びにつきまして、もちろん光を学ぶということもめちゃくちゃ大切なんですけれども、それだけではなくですね、上手い人の絵とか写真のデータを取り込んで、実際に使われている色を調べてみるということを勉強の一環で実際に私もやっていました。そうすると、普段自分があまり使っていない色が見つかったりします。そういうことが成長につながります。質問です。背景の描き方について何かいい方法がないかということですね。背景を描き込みすぎて見せたいものが目立たなくなるということに悩まれているということでしょうか。実際に絵を見ていないので、何とも言えないんですけれども、光の使い方で解決ができるかもしれません。クジラの骨を目立たせるために背景を暗くしています。でしかも暗い部分のディティールはほぼ書き込んでいません。他にもですね、これはフリーレンのイラストでも同じことです。影の部分のディティールは実はすごくシンプルです。気がつきましたか？質問というよりは考察になります。彼は自分の気づいた点、発見などをまとめてくれています。改めて自分の中で解釈することで成長につながるのかもしれませんね。そしてこの素晴らしい考察をしてくれている人の ID がめちゃくちゃ下ネタ。内容に目線がいって ID に気がつきませんでしたか？これが視線誘導です。質問です。私が使っているブラシについてですね。私は主に筆圧で太さが変わる丸いブラシを使用しています。クリップスタジオだと G ペンがそれに近いでしょうか。他には細長いブラシを作ったりもしています。これはですね、遠くの建物を描く際にも便利で、使うことがあります。質問です。基礎練習についてですね。基礎練習でどんなことするのかというと、大体なんですけれども、例えば人体を学ぶ際は人体模写、クロッキー、透視図法を学ぶ際は箱を描いたりとか車を描いたりとかで、色を学ぶときは光を意識しながら模写をしたり、といったような感じでしょうか。というわけでまだまだ質問は残っているんですけれども、第1回目はここで終了とさせていただきます。すべての質問に返せるわけではないと思うんですけれども、極力答えていこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。